池田智14です。今回は世界2位が教える戦術講座というわけで、初回はこちらディガホグですね。クイヒーディガホグをやっていきたいと思います。なぜかというと説明が簡単だからですね。はい。こちらね、だいたい難易度で言うと B ランクぐらいかな。今後続けていくかわかりませんが、戦術ランキングは、難易度ランキングは B ぐらいだと思ってください。タウンホール14でも13でも12でも11でも10でも強いです。9はね、まだディガが出てきてないんでね。どのタウンホール帯でも非常に安定して強い戦術かなと思うんですけど、特に基礎の部分から指の使い方までね、どうやってタップした方がいいのかみたいなところまでね、実際に見せつつやっていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでね、クイヒーディガホグの基礎というわけでやっていきたいんですけど、まず兵器編ですね。兵器は基本的には透過兵車を使うんですけど、当然ね、他の兵器でもできたりするんですよ。ウッドランチャーだったり、突撃艦イエティを使ったり、新兵器を使ってフレームシューターをね、使って削ったりとかできるんですけど、今回はね、基礎講座というわけで、透過兵車型に絞っていきたいと思います。応用編だね、他の兵器は。いきなりね、応用編でね、いろんな戦術やるよりは、まずはその戦術そのものの基礎をまず覚えないと、一番刺さる形って結局透過兵車だと、どのタウンホール帯でも思うので、透過兵車型のディガホグができるようになってから他のディガホグに手を出すべきかなと思います。で、こちらディガホグ一般的にやらなきゃいけないことが、とりあえず2つあるかな、絶対的に。タウンホール14、13、12に関してなんですけど、タウンホールの爆破が入り、タウンホールが攻撃してくるようになるので、クイヒーでタウンホールを落としてください。これはね、ほぼ絶対で、これもね、ちょっと、タウンホールをディガホグで取るタイプもあるんですけど、こちらも応用編というわけでね、基礎講座としてはクイヒーでタウンホールを落とすを絶対とさせてください。当然ね、ディガホグで取りに行くのもできるんだけど、それだったら他の戦術をやればいい。わざわざディガホグするんじゃなくて、他の戦術でもいいというところでね、基礎編ができた人からやりましょうという形でございます。続けてこちら援軍処理ですね。援軍処理に関してはどのタウンホール帯でもやってください。そうだね。結構上手いディガホグの人になってきたりすると、援軍無視をしてね、援軍処理をディガホグでやる形も全然できるんですよ。ロイヤルチャンピオンっていうユニットとウォーデンのね、ライフオーラだったりで、ポイズン効果でね、一気にトーム中に援軍処理するみたいなこともできるんですけど、まずは絶対基礎講座としては援軍処理とタウンホール処理ができる配置。これをやりましょうという形でやらせていただきます。タウンホールがね、クイヒーで取れて援軍処理ができる村って簡単にやろうと思った時はそんなにやっぱり多くはないんですよ。現環境そんなに使われない戦術っていうのもあって、あれなんですけど、使われた時の爆発力っていうのはね、やっぱこの編成にしかできないようなものがあるかなと思います。1、クイヒーでタウンホールを落とすこと、2、クイヒーで援軍処理をすることです。で、ここでね、ちょっとディガホグという概念を一回覚えてほしいんですけど、ディガホグのホグって何のためにあると思いますか？防衛施設を破壊するっていうのもね、一応あるっちゃあるんですけど、メインの役割はロイヤルチャンピオンの盾です。ロイヤルチャンピオンだったり、ウォーデンのね、盾として使っていく形になります。シングルインフェルノ、相手のヒーローだったり、スケルトンだったり、その辺ってディガーが潜った瞬間にターゲットが変わるんで、ホグがいなかったらロイヤルチャンピオンにタゲが向くんですよね。そこをね、ホグでカバーしていくっていうのがディガホグの考え方になってます。当然ね、同時並行で進めていくので、進行の速度もね、同じように進めるロイヤルチャンピオンと一緒に、ディガーとホグが同じようなスピードで進みやすいっていうのは当然あるんですけど、メインの役割としてはロイヤルチャンピオンの盾だと思っちゃってください、これも。で、大雑把に考えると、このディガホグっていう戦術もロイヤルチャンピオン最後まで能力を残して回す、そういう戦術だと思ってください。で、タウンホール14の方、ヒーローペットなんですけど、ユニコーンをロイヤルチャンピオンにつけることをお勧めします。これね、ロイヤルチャンピオンにユニコーンつけるとね、さっき言った通り、ホグがターゲットを受けてくれるので、単体で少しダメージを受けても、次の防衛施設群に行くところではもう一回もホグだったりディガーがターゲットを変わってくれているので、そうなった時にね、ユニコーンのついたロイヤルチャンピオンもう一回回復してくれるんですよ。マルチインフェルノだったり、透析機の竹だったりで、なんだかんだね、ロイヤルチャンピオンってユニコーンがついてないと結構ダメージ受けてしまって、最終エリアへっていうところがね、多いんですけど、今度ユニコーンをつけることによって最終企画に能力を持ったフルヘルスのロイヤルチャンピオンが現れるっていう状況を作れるんですよ。この戦術はね、クイヒーが他の戦術のクイヒーよりも仕事量としてはそんなに多くはないので、ヒーロー2枚ね、クイヒーではなくディガホグの方に使うという戦術なので、クイヒーラバルだったりクイヒーライダーのように呪文をガンガンクイヒーに使っていくっていうよりは、もう必要最低限っていうところで、レイジも1枚余ったらディガホグに回したいぐらいの考え方になります。基礎の考え方としてはそんな感じです。というわけでね、ちょっと手元を見ていただきたいと思います。
はい、というわけでね、ちょっと手元見ていきたいと思います。これ iPad でね、ちょっと指分かりやすくやってるんですけど、ディガホグって言ってこうやって一点出しする人ね、たまにいるんですよ。実はね、昔はぐれっていうか、はぐれにいたアキラいるじゃないですか、アキラ。彼もね、リアルで会った時すげえびっくりしたんですけど、一本指でひたすら人差し指でね、ガーって押してたんですよ。でもね、あれってやっぱり良くなくて、これ3本指、ちょっと指さしてると思うんですけど、3本指ぐらいでこんな感じ。ディガーをはーってちょっとね、横に振ってあげるとね、安定して出せます。で、ディガーホグ、ウォーデン、ロイヤルチャンピオン。この速度で出せればこの順番で問題ないです。で、ちょっと自信ない方はディガー、ロイヤルチャンピオン、ディガー、ホグちょっと、ウォーデン、ロイヤルチャンピオンみたいな感じでね。なんか順番変えてあげてもいいんですけど、そっちの方がまあ難しいんでね。まあこんな感じで。進めてあげると、すべてのユニットが出て、まあ、呪文もトームも両方選べるような状況で出せるかなと思います。まあ、一本指でもこうやって横に揺らしてあげるとね、まあ、ある程度、どうしてもなんか、2点タップ、3点タップすると画面ずれちゃうよっていう人もいると思うんですけど、まあ、その場合はまあ、こうやってね、なんだろう、横に振ったら、振る感じだね。横に振る感じでやると、こんな感じで均等で出せます。はい。まあ、理想はこのぐらいの感じかな。はい。でね、ディガホグって、他の戦術よりも雑でいいんですけど、この戦術で一番大事なのは速さです。ユニットを出す速さです。ガクのディガホグがなんで強いかっていうとね、ガクのディガホグってマジで一瞬で全部できるんですよ。出揃うんですよ。ちょっとここから携帯ですね。一応3本指を指さしてるようですけど。はい。なんだろう、もう、すべてのユニットが、なんだろう、できってると進軍速度だったり、ウォーデンのライフオーラの入るタイミングだったりが全然違うので、なんかやってますね、3本指って。携帯の方がちょっと遠いんでね、分かりづらいかもしれないんですけど、3本指、携帯でもこうやってできます。で、横にちょっと今大げさに振ったんだけど、横に振ってあげると、ディガホグが1点出しを3箇所から出るんじゃなくて、なんか横の束になって出てくれるので、まあそんな固まって、まあ気持ちいいな感じだけど、まあ当然ね3本以上でやってもいいんですけど、まあ安定感があるのは3本指かなと、とりあえず。まあこれぐらいね、ちょっとゆっくりやってあげても、ゆっくり確実に、3点指でバーってやってあげるのが。まあ、慣れないうちはこういう風にやってあげるのがいいのかな。まあ、とりあえず、1本指だったり2本指でやるよりも、ディガホグのパートだけで、食い火名機ってこの3本指でガーって展開できるのをね、体で覚えた方がいいと思います。はい。最初のうちはね、こうやってフレチャレで攻めないで、ディガホグだけ出す練習してもいいかなと思います。それじゃあね、実際にね、クランリングの方から3本ディガホグ見ていきたいと思います。ライブ攻めですね。はい。まずは、先ほど言った通り、食い火でタウンホールを取りつつ、援軍処理をするというところで、まあ、基本的に攻めれる配置っていうのは、タウンホールとクラン城が近い配置になってきます。で、さっきも言った通りなんですけど、今回、ロイヤルチャンピオンの方にユニコーンをつけていますので、普段ユニコーンをつけて食い火やってる方は、最初こうやってね、意外とレッドゲージになるですよ、ユニコーンついてないと。ユニコーンついてないクイーンってこんな感じで結構ちゃんと HP 落ちるんでね。HP 管理だけちょっと気をつけてあげてというところでございます。はい。で、この辺ホーミングチェック。これは他の食い火でも一緒ですね。まあ、基本的には、ホーミングがありそうな場所。タウンホール周りっていうのは基本的に突撃艦だったり、食い火だったり、まあ、重要施設なんでね。それを守るために罠が置かれている場合が非常に多いです。なので、ホーミングが基本的にあるものだと思って捉えてください。まあ、なかったらなかったでいいんだよ、逆に。はい。で、こんな感じでタウンホールを処理しつつ、援軍処理ができそうですね、という形。ここでね、自分のポイズンだ、タウンホールのポイズン、自分のポイズンだと思ってたのでね、クロークを吐かされます。意外と火力高かったんですよね。はい。シンプルなミス、それは。タウン周りが近いとこういうバカみたいなミスもね、起こるんで気をつけてください。というわけで、まあ、先ほど言った通りね、ディガーとホグと、まあ、すべてのユニットを高速展開バーっと出してあげて、今回は初手トームを選んでいきました。投石機とイーグルだったり、まあ、いろいろ被りそうなのと、すべてのユニット、最初にね、
一番ユニットが多くいる状況だったのと、ウォーデンのライフオーラが若干外れかけそうな雰囲気を感じたので、トームで行きました。だいたい初手、ヒール、トーム、ヒールの順番か、トーム、ヒール、ヒールの順番になるので、トームを打つかヒールを打つかは、ある程度ね、攻めの段階でプランニングしといてから、実際どうなのかなっていうのを見て、しっかり見極めてあげればいいかなと思います。で、少しね、慣れてきたら今回ストライカーを混ぜて、こういう形で今ヒーローをね、キング、ロイヤルチャンピオンのところを突破できるような形で投げてるんですけど、これも結構強いんですよ。できる、慣れてきたら絶対やってくださいっていうね、テクニックでございます。トームと合わせて最初に飛ばしていったり、途中から投げてもラバルの最中に投げるストライカーみたいに、あれってね、ラバルの最中だから、陸の防衛施設のタゲをね、大砲とか受けてストライカー伸ばしづらいんですけど、ディガホグって陸のユニットなんでね、ストライカー通りやすいんですよ。しかもディガーの枠数6枠、ストライカーの枠数6枠同じってことは、ディガーの枚数と、ディガー1体分で相手のヒーローをあんなにボコボコにできるんだから、絶対ヒーローと当たるところってストライカーの方がお得ですよね、ディガホグであっても。ディガホグってヒーローを倒せるからそんなストライカー積む必要ないじゃんって思う方いると思うんですけど、これはね、ディガー1体分で相手のヒーローをあんなにボコボコにできるからね、普通に積むのありですよ。はい。というわけでね、見ての通り空飛がそれております。今回もクランジョーとタウンホールが近いような配置を選んでいきました。正直ね、アーチャータワー拾って下側に持ってくる予定だったんで、途中でちょっとホグで援軍釣ったりとかも考えてたんですけど、逆走を仕掛けているのを見てアーチャータワーを切ったらこれは大丈夫だなと思ったのでベビドラでフォローをかけました。この辺はちょっとね、クイヒーのリカバリーというか判断のところもかかってくるんですけどね。はい。で、援軍がバルーンによって少しだけ釣れてるんですけど、まだ全部できってないので、一旦ここはステイ。ここはちょっと火力も高くなってきたので、フリーズをかけていきつつ、援軍出てくるぞっていうところで、どうせロケバルだよねっていう。この辺はちょっとクイヒーの慣れっていうところもあるかもしれないですね。スーパーガーゴイルだけ出てくる状況って、ストライカーが出てこないんで、あとはね、空に反応しない防衛援軍なんですけど、ここちょっとね、大丈夫かと思ったんだけど、黒く剥がされましたね。で、今回はしっかりトームよりもヒールの方が、ウォーデンのライフオーラ的にもね、安全だなと感じたので、ウォーデンが一瞬離れちゃうみたいなことあるじゃないですか。止まったり、射程的にね。ちょっと全てのユニットを高速で出せなかった時に起こりがちなんですけど、でさっきちょっと言うの忘れてたんですけど、ロイヤルチャンピオンにユニコーンついてることでね、最初、ヒーローペットの話もしたと思うんですけど、今もね、クロスボウのタゲ受けてるのロイヤルチャンピオンで、マルチ IT のタゲも受けてるんですけど、これユニコーンついてることで、すごいロイヤルチャンピオンがね、能力残した状況で回ってるんですね。これね、ユニコーンついてなかったらとっくに能力発動させられてるんですよね。で、ウォールブレーカー。はい、ちょっとこれはね、クイヒーの方で、ここまで見てたんで、タウンホール壊した後のこともね、一応クイヒーで考えておくと、こういう風にね、ウォールブレーカーさせたりもするんでね、ちょっと、見逃しちゃった方見てみてくださいって感じなんですけど、はい、見てください。ロイヤルチャンピオン能力残して回ってきましたということで、これがユニコーンついたロイヤルチャンピオンの強さであり、ディガホグでやるべき強さなんですよね。ロイヤルチャンピオンを守る戦術だと思ってください。はい、というわけで、ラストアタックやっていきましょう。ちょっとね、こちらは iPad で攻めていきましたが、撮影用の iPad で攻めていきましたが、本当にまだ慣れなくて、やばい。さあやっていきたいですね。今回もタウンホールとクランジョが近いとこ、まずはね、初心者というか、最初の初級編みたいな感じなので、もう、できそうな配置なかったらぶっちゃけやんなくてもいいんですけど、こういうタウンホールとクランジョが近い配置に刺さるのって、全部ディガホグで行きたいっていう心意気がある人じゃないなら、もうこういう配置を見た時だけやればいいと思ってる、正直。それで全然成り立つから。で、援軍処理もね、結構、基本的にはラバーストとかはね、フリーズからかけてあげた方が安定です。そうすると、パピーにもポイズンがかかるから、初手ポイズンでいくとね、基本かからないんですよ、パピーに。ストライカーの遅延攻撃が一発入っちゃうとね、倒せないんですよね、ポイズン中にギリギリ。かなり高速でしっかり綺麗にはまった時だけできるんですけど、他の、大体できないんで、
今回もしっかり食い火にレイジをかけたところでこれ目切れる。食い火から目離して大丈夫なら、クロークも残ってるしという状況を作ってからユニットを出していきます。はい。で、ディガホグ展開なんですけど、今回はキングの方がね、投石機のタゲを取ってるということで、ここはヒールも、トームも温存していきます。はい。で、奥でイーグルも飛んでくるのを見て、ここはヒール。なんかロイヤルチャンピオンターゲってるんですよね、これ。イーグルが。でもこれユニコーンついてるから大丈夫。はい。で、ウォールブレッカーもつけようと思ったんですけど、まあ1層目ちょっとずれたところにつきつつ、フリーズとインビジブルで迷ったんですが、ヒーラーが打たれてるので、ここはインビジブル、さらにトームをかけつつ、ストライカーも途中混ぜてましたね。で、ヒール。で、シングルインフェルノへの道をベビドラで作りつつ、最終区画へ誘導していきます。これはフリーズは迷ったんですけど、クロークでいいやという判断。なぜならクイーンがこの後進む場所、壁にぶつかるから、それよりはロイヤルチャンピオンやディガホグの延命した方がいいと感じたからですね。はい、というわけで、今回もロイヤルチャンピオンのユニコーンがついてる分あって、ここブーメラン解放しつつ、ここまでブーメランが解放せずにね、持ってこれてるっていうのはね、ユニコーンをつけてることかなと思います。はい。その分、クイヒーに負担がかかっちゃうんで、でもね、割とこういう感じで使い捨てのディガホグになってしまって、使い捨てのクイヒーになってもこうやって仕事するんでね。はい、というわけで今回は世界2位が教える戦術講座というわけで初回ディガホグ編をやっていきました。他のタウンホール14じゃない方も、今までタウンホール11だったり、12、13ってね、ディガホグはかなり動画出してきました。概要欄の方にね、各タウンホール帯の再生リストも貼っておきますので、ぜひ自分のね、14じゃない方もそちらチェックしてみてください。で、冒頭にも言ったんですけど、これはあくまでね、投下弊社型での考え方なんですけど、基本的にはどの兵器でも同じような形で考えて OK です。でもね、やっぱね、まずはね、投下弊社型で慣れてほしい。で、投下弊社を出すタイミングがしっかりね、キングでターゲット取ってからですね、投下弊社ターゲットされちゃうとね、出てくるウィザードの数も減ってきてしまいますので、最後にね、14の、テンプレ編成というか、ディガホグこんな感じで作ってみました。参考にしてみてください。スニゴムの数を増やしたり、なんか他いじってウォールブレーカー減らしてみたりとか、でも全然いいかなと思います。そうだな。タウンホール12以下の、12は出てくるから、11の人たちかな。になると別にね、食い火でタウンホールを射抜く必要がないので、イーグル砲だったり援軍処理だったり、シンプルに食い火が刺さるようなところにやってあげればいいっていう考え方で OK です。タウンホール11においてのね、投下弊社がめちゃめちゃ強いんですよ。タウンホール12、11においての投下弊社がめちゃくちゃ強い。なぜなら投石機がないから、数で押した戦術に対して対抗できる防衛施設がないので、ディガホグが刺さりやすいです。ぶっちゃけね、12、11に関してはホグいらないレベルですね。食い火ディガーとして使われることが多かったです。投下弊社の中身だけホグでやってあげてね。ホグを若干足してあげることでウォーデン守ったりとか、進行速度を若干早めることができるのでね。ホグの数結構多い人いるんですけど、そんなに増やす必要ないですね。だいたい8体ぐらいで十分。8から10ぐらいいれば十分です。またね、なんか質問だったり、やってほしい戦術だったり、いろいろありましたらコメントよろしくお願いします。とりあえずね、食い火系は一通りできたらなと思います。というわけで、今回は食い火ディガホグ編でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。